疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回もね、チワワレッスン動画第4回目というところでね、今回は耳の作成から植毛、そして耳の装着までをね、一気に流していきます。で、ちょっとね、始める前に、前回告知したんだけれども、今ね、虹玉添削っていうのをやってます。で、虹玉添削って何っていうと、僕のね、YouTube で発信してるレッスン動画、犬でも猫でもいいから見て、作ってみてよっていう人ね。で、なんていうかな、この作り方を、僕の作り方を真似して、例えば自分家の子を作ってみたとかね。モデルは誰でもいいの。何でもいいんだけど、僕の作り方でやってみたけど、見てほしいですっていう人は、添削しますよっていうのをやってるんだけど、これがね、あまりにもね、問い合わせが僕のね、想定していた以上に来たものだから、ちょっとね、それならっていうところで、2ヶ月くらい本当に集中的に何度も添削してあげれるように、そのレベルアップ講座っていうのをやろうと思ってます。やろうと思ってますっていうか、やります。で、これがね、ちょっと6月から始めるか、7月になるか、ちょっと、今、一生懸命準備してるんだけども、で、まずはね、猫からやります。で、最初ね、全身の講座も考えてたんだけれども、ちょっとね、さすがに全身の講座だと期間がかかるので、で、まずはね、僕の考えとしては、顔をしっかり作れるようになったらね、体ね、そんなに難しくないので、まず大事なのは顔をしっかり作れるようになること。で、顔がしっかり作れるようになったらさ、フレーム作品だけの人もいるしさ、で、全身作りたいっていう人も、全身の作り方も作ったことあるけど、顔がうまくいかないっていう人がほとんどだから、まずは顔をしっかり作れるようになりましょう。顔のリアルな猫の作品、あるいは犬の作品を作れるようになりましょうっていうのを集中的にね、やって、レベルをグッと上げて、そうすることで、なんていうかな、その顔さえね、しっかり作れるようになったら、その技術がついたら、体を作っていくっていうのは、そんなに難しいことじゃない。だけど、体がなんぼ作れても、顔はね、うまくなっていかないでしょ。だから、とにかく僕の考えとしては、顔を集中的にうまくさせたいのね。で、本当長年さ、教室通ったり、こう自分で、ね、独学で勉強したりしても、もう壁にぶち当たってなかなかこう、うまくなっていかないっていう人はね、もう、ぜひね、来てほしいし、で、これからね、まだ始めたばっかりで、ちょっとね、そんなに経験も少ないんだけど、でも、うまくなりたいっていう人でも何でもいいし、虹玉塾みたいに、なんていうかな、審査制っていうのはやめようと思ってるので、もう受けたい人が誰でも受けれるようにしようと思っています。ただね、僕一人で、あくまでも個人レッスンなので、受けれる人数って限りがあるのね、ちょっと早い者勝ちになるけど、一応ね、これもね、決まり次第、細部のね、内容はまた告知するのでね、それまで待っててください。はい、それではね、早速ね、本編の方に入っていきます。はい、じゃあね、本日は耳です。レッスン頑張ってください。はい、それでは今回は、耳の作成から植毛、そして装着までをね、一気にいきます。で、僕の場合は、耳作る時も、こうやって、ランビエとかワタワタ使って、まずはやっぱりなんていうか、この耳でベースをしっかり作ってから、その上に、植毛していくっていう感じなんだけども、人によってはね、例えば黒いワタワタとかね、色付きのランビエとかもあるじゃない。で、そういったもので、初めからね、やってしまうのも全然ありです。そっちの方がね、工数少なくなると思うので、初めから黒い素材をベースに作ってっていうのはね、ありなんで、それでも構いません。で、僕、なんでこの色付きじゃないもので作るかっていうと、ちょっと理由があって、やっぱりこう染めた素材ってね、なんかね、固まりにくくないかな。固まるんだけど、なんかね、ちょっと固まり方がちょっと指先に伝わってくる感覚があまり好きじゃなくて、それでね、僕はこの色付きじゃないものを使って耳を作るようにしてます。あとね、しっかり耳の強度も出したいっていうところがあってね、必ずこういう風にやってます。だけど、ここはね、ちょっとね、初めてね、挑戦する人は、僕のやり方真似すればいいし、もうすでにね、何体も作ったことあります、何年もやってますっていう人は、ちょっとね、自分の作り方でもいいから、ここはね、その黒い素材を使ってやるでも何でもいいので、ここはね、ちょっとね、自由に作ってもらって大丈夫です。ただ、やっぱり僕はある程度耳の、形を整えるためにも強度がある耳を作った方がいいと思います。ペラッペラの耳じゃなくてね。で、こう今、根元巻き込んでるけど、やっぱりこうやってね、ちょっと立体的に見えるような
貼り付け方をした方、貼り付けっていうかな、耳をねつけるときにああいう風に立体的につけた方がよりリアルに見えるので、そういう風にこの巻き込む分も考慮して耳の広さっていうかなもう決めてやってあげる。これがねあんまり細長いとさ、ああやって巻き込んじゃうと今度耳が細くなりすぎてウサギの耳みたいになっちゃうから、十分なねこの広さは確保しておくこと。特にチワワの場合は。これね動画の方はねいつも通り 2.5 倍速で流してます。でねこれ初めて見る人もいるかもしれないから、これね今こう蓋でね瓶の蓋でやってるんだけど、これはね100均のダイソーに売ってるね瓶の蓋です。こうやってね挟んでやるとねこうどこがどうなってるのか形透明だから見えるし、指怪我しないしすごいやりやすいです。これはねおすすめです。で形整えたらもう一応ね刺してあげるんだけど、でこれね注意してほしいのが、猫の時にも言ってるけど、これね今緑色のこのニードルホルダーはこれはねスピード針が5本入ってます。でこれ刺してるっていうよりも上から叩いてる、叩いて素材わたわたを平らにしてってるっていう感じね。でこれを刺して貫通させちゃうと下のねフェルトマットの方に突き抜けちゃうから、するとね張り付いちゃうから、だからあくまでも表面を叩いて潰していくっていう感じです。刺すというよりも叩くっていうイメージです。そんな風にねやってみてほしいんだけども、それでもね十分ね薄っぺらくなっていくので、もうちょっとねもうとにかくしつこく叩くんだけれども、それをねやってみてください。はい、こんな感じで、ね、2つとも大きさを合わせてやる。そしてねやっぱりこうやって待ち針とか使って仮付けしてバランスを見た方がいいですよ。僕やんないんだけどね、みんなはやった方がいいです。はい、それじゃあねここからね植毛の方の準備に入っていきます。で毛色のちょっと作り方なんだけれども、例えばねこう、黒猫でもそうだし黒い犬でもそうだし、今回だとねブラックタンのチワワだから黒を使うんだけど、でメリノをね主に僕は使ってるんだけれども、その黒一色のまま単色のまま使うとどうしてもねちょっとこうリアルさに欠けちゃう。で今画面で見てるように少しね今回はカシっていう色と混ぜてるんだけども、ちょっとね茶系の色と混ぜ合わせてあげる。それによってこの真っ黒って感じじゃなくて少しね柔らかい黒ができるので、で本物のね犬でも猫でもさウサギでも何でもそうなんだけど、こう黒い毛を見てもほんと漆黒のね真っ黒な子ってなかなかいないじゃない。たまにそういう子もいるけどね、そういう子は真っ黒で作ってあげればいいし、でもほとんどの子が多分黒い毛なんだけど多分茶色がかった黒なんだよね。だからそれを表現するために少し茶色を混ぜてあげる。するとねほらこんなに違うでしょ、右と左で混ぜた黒と混ぜてない黒じゃね。こうやって色分けをして部分的に使ってやったりする。するとね黒い毛色の子は結構ねリアルな感じでね表現してあげることができる。黒が難しいんだよね。黒猫とかさ真っ黒い犬とかね黒い毛色の子を作るのはねほんとフェルトで作るのは難しいっていうか、この写真とか映像で例えばお客さんに見せるときにめちゃくちゃ伝わりにくい。真っ黒だから。だからそれを防ぐためにもやっぱりねこの黒い毛っていうのは茶系の色とかそういった色を混ぜてちょっと黒い色でも変化をつける。で植毛する場所に毛色の違いをつけるっていうことでより陰影を見せてあげる。それでね表現できるので結構難しいよね黒って。黒猫とか真っ黒い子は NG ですっていう人多いんじゃないかな。難しいよね。僕はね何体も作ってるけど、でもやっぱりね難しいなって思う。で特にやっぱりその写真で見せなきゃいけない時、照明も気使うし、あとね素材でほらシルクの黒とかあるじゃない。シルク系の色とか艶毛の黒とかね。であれも僕もね試して何回か使ったことあるんだけれども、僕はねなかなかあれを使いこなせてないかな。難しくて
不自然にその艶毛だけが光っちゃって変に目立っちゃったりとかして、多分ねやり方が悪いと思うんだけど、ちょっとねそこはね今ね研究中、悩んでます。でうまく使いこなせる人はね、やっぱりそういう艶毛も使ってより綺麗な表現できてると思うので、そこもねちょっと研究したいなと思ってます。今ね画面の方なんだけれども、両サイドっていうかな、両サイドに毛が流れるように広がるようにねやってます。で今回の子はロングコートなんで、耳毛少しね長めにはみ出してる分ね長めにつけてます。でこれもね画面からはちょっと伝わりにくいんだけども、刺すというよりも叩いてるだけだから、今裏返した時にあまりはみ出てないじゃないですか、裏に突き抜けてない黒が。これを刺しにいっちゃうと裏返した時にかなり黒い毛が飛び出ちゃうので、ここもベースを作る時と一緒で叩きつける、貼り付けるっていうイメージ、そんな風にねやってみてください。でさっきも言ったけどロングコートなので、ちょっと耳のベースからこうはみ出す毛っていうかな、それは少し長めにしたいので、ちょっとねいつもより余分に外側に出してます。そして両サイド反対側も毛が出るようにしていきます。でやっぱりねその黒い毛をしっかり表現するときに毛の流れでしっかり見せてやるっていうのもね大事です。なかなか今画面越しじゃ伝わりにくいけど、光が当たるとやっぱり毛の流れが見えるので、そこねすごい大事にしてください。黒い子に限らずなんだけどね。で貼り付けなんだけど、やっぱりその深くさせない分貼り付け甘くなっちゃうから、やっぱりね浅いんだけどしつこく叩いてあげること、しつこく何度も何度も。最初はスピード張りで、今これはね細張り、仕上げ張りでやってます。で最後に今これは極細でやってます。で極細の時にどうしても針細いから結構叩いてるだけなんだけど突き抜けちゃうから、十分注意しながら。はい、こんな感じね。で今度はね少しアホ毛っていうのかな、この浮いてる毛もあるから、それをカットしてあげるために、バリカンでもハサミでもいいから少し切ってあげる。ただこれモデルの子によってはさ、トリミングの仕方で耳の毛もっと伸ばしてる子いるじゃない。で長い子はやっぱりそのさっきの工程の時にね耳の縁の毛をもう少し長くしてあげたり、あとね後から付け足してあげたりね、そんな風にしてあげる。こんな感じで根元巻き込んで、特に耳の内側の方巻き込んであげて立体的につけてあげるイメージね、つけるときはね。で耳の内側の毛を入れていきます。でモデルの子見たら結構耳の内側も黒い子だったので黒い毛をかぶせていきます。だけどこれはねちょっとね茶色が多めにしてある毛を使っています。ちょっと見たらわかるよね、茶色入ってるの。これをねちょっとね入れていきます。しっかりとね両サイド入れてあげる。でしっかりと叩いてあげる。で次ねピンクを入れます、うっすらと。でこれね今回今ピンクと黒い毛今混ぜてねちょっとなじませた感じの毛色にして、ちょっとこんな感じで半分に切ったやつをね貼り付けます。これね耳の作り方もいっぱいあるし、素材もいろいろあるし、さっきも言ったけれども、とにかく今自分の耳の作り方が確立できている人は自分の耳の作り方でやった方がいいと思うので、僕もね毎回ね作り方変わるんだよね。やっぱりどれが一番いいだろうっていつも常にどこの部分もそうなんだけど常に試しながら作ってるから、今回はねちょっとこんな表現の方がいいんじゃないかなって思いながらねちょっとね作ってるんだけども、なので耳の作り方の一つこんな方法もあるんだなぐらいで思ってもらえればいいです。でね耳の内側をこうやってね折り曲げてくっつけたいのね。するとこう
耳が平坦につくんじゃなくて立体的につくようになるから。でそれをするために今耳折り込んで、でスピード針とかね、仕上げ針、細針とかで上から刺して、ベースのランビエね、綿々を固めて、形をねこう整えてるね、この形状を記憶させてるっていうかな。でそれでこういう風に合わせて、余分なところはねこうやって切っちゃえばいいと思います。だいたいね耳の形がね仕上がってきたら、こうやってね合わせてみて、こうバランスを見てみる。で装着ポイントどこかしっかりね。で装着ポイントなんだけれども、しっかりとね正面から見た時に耳が近すぎないようにっていうところと、こうね今この固めてるとこね、あとこのサイド、ここは顎関節の上、そこに耳のなんていうかな端が来るように装着してあげる。ここね後ろに行っちゃうとおかしくなっちゃうからね。そして大体位置が決まったら周りを固めてってあげる。で僕はこの待ち針とか使ってねなんていうんだろう、仮付けをしないんだけど、もうできる限り待ち針とか使って仮止めしてバランスを見てやるようにした方が失敗は少なくなります。僕はね慣れてるんでこうやってやってるけどね。はい、こんな感じでね合わせていきます。でよかったら反対側も同じように植毛していく。植毛っていうか貼り付けるっていうところだね。でこの貼り付ける時にね、僕のやり方だとやっぱりデメリットも簡単に作れるんだけど、デメリットもあって、なんていうかな、この今かぶせたじゃない。してこう押さえつけてるけど、どうしてもこの耳の際の部分、外側からこう貼り付けた毛と今内側から貼り付けてる毛のその合わせ面のところがどうしてもねベースが見えやすくなっちゃうので、そこねある程度しっかり押さえつけてね貼り付けてあげないと、ちょっとねなんていうかな、この耳の端っこ際がこう白いのが目立っちゃうから、そこを見えないように処置ちゃんとねすること。全体的にバリカンでねこの余分な毛をカットしてあげて、でよかったらまたね立体的になるように形を整えていくんだけども、今これほら周り際をねしっかりと押さえ込んでるでしょ。でこれをねしっかりやっておかないと、このね耳の端っこの部分のねなんていうかな、このベースが丸見えになっちゃうから、そう見えないように処置する。こうやってねしっかり曲げたいところを刺して固めて、でベースを固めてあげるとねもう記憶計上するので、これもねなんかいい方法ないかなって今ね模索してるんだけどね、付け方ねもうちょっとこうやりやすくてしっかりと付けれるようにねいろいろ模索中です。でねこの付ける時にほらこの耳と耳の間隔あるでしょ。これが結構モデルの子は離れてるのに結構みんな近くつけすぎちゃったりするから、そこの耳と耳のここね頭の天骨の部分ね、ここの距離感っていうのも十分注意してね、左右の耳が近くなりすぎないように注意しながら位置決めをしてあげる。でね耳の際しっかりつけたら、あと反対側ね、今回は額縁フレームタイプの作品だからね後ろ結構今これ雑にやってるけど、しっかりそれでも固めてあげる、外れないように。今とりあえずね裏側外れないようにやってるだけだけど、これ後でねしっかりと肉付けしてきれいにします。頭のね顔の後ろもね。で今やってることちょっと見てほしいんだけど、この根元っていうかな、この付け根今しっかり刺してるでしょ。でこういうイメージでいてほしくて、こう特にチワワの時なんだけれども、こんな感じでひし形をイメージしたような感じ、そんな風にこうしてあげると、このね耳の大きなチワワのこの耳の表現の仕方がすごく、チワワらしくっていうかな、
表現できるので、ちょっとねそこねやってみてください。で大体ね耳の位置が良かったら、あとはね上からわたわたかぶせてあげて、しっかりとね外れないように上からね押さえ込んで差し固めてあげる。でやっぱりねこの時に段差とかをしっかりとなくして綺麗に貼り付けるっていうか、差し固めてってあげる。でね今からちょっと頭の後ろねフレームに装着する部分のちょっとね面を綺麗にしていきます。でここもね耳の後ろねしっかりとこうかぶせてあげて外れないようにしてあげるのと、あとは耳の余分な部分あったじゃない。であれを後頭部付近につけたことで後ろの面がガタガタになってるから、それをねしっかりと、肉盛りして平らにしていってあげる。この部分ね、ここ肉厚にしてあげて裏面を平らにしてあげる。してフレームにしっかりと貼り付けれる状態を作ってあげます。ちょっとねなんていうかな、作りながらね試しながらちょっとねどうやって解説しようかなって考えながら作ったりしてるもんだから、ちょっとね効率が悪かったりする場面もあるんだけれども、ちょっとね特にここなんかね今ねすごい効率悪いことやってるなと思ってるんだけど、ちょっとねとにかくしっかりと仕上がりが綺麗になるように処置をしていくっていうところでねちょっとやってください。はい、耳をつけたらねだいたいこんな感じになります。で裏面もね綺麗にしてあげて、だいぶねチワワっぽくなってきたでしょ。で次今度ね顔にブラックタンだからマーキングして模様を描いてあげます。でそれでねだいぶねイメージしやすくなると思うので、まずねだいたい鼻の位置決めてあげて、あとはその黒と、茶色とか白とかね、その毛色の分かれ目で黒がねどこに入るのかっていうのをねこうやってマーキングしていきます。で今回はねブラックタンだから毛色黒を使うので、普通にマジックで描いてます。で白猫の時とかに言ったかもしれないけど、三毛猫の時か毛色を白使うようなこの時は黒いマジックは NG です。なぜかっていうと白色毛した後にこのマジックのね下書きがね浮いて見えちゃうので、このマジックで描く時は毛色の濃いこの時、その時は OK だけど、毛色が白っぽいこの時は後から目立っちゃうので黒いマジックは NG。 はい、最後はね目の上、ここの模様をしっかり描いてあげる。ここのね模様の大きさとか角度とか場所によってはね全然ね似なくなっちゃうから、ここ結構重要です。はい、耳つけてね下書きしたねかなりチワワっぽくなったよね。はい、それではね今回はここまでです。はい、レッスンお疲れ様でした。今回はね耳の作成から植毛装着までいったけどね、でこれ耳の作成要領についてはあくまでもね一つね、なんていうかな、その僕がやってるやり方の一つの一例でしかなくて、これね見ながら作ってる人の中でももっとねうまく作れる人たくさんいると思うのでね、それはそれで自分の作り方とかでいいからね、その全体的なシルエットは僕の作り方真似して、パーツねこっちの方が私の方が絶対に効率良いしうまい表現ができるっていう人もそれをね組み合わせてくれれば全然いい作品ができるから、僕のやり方がすごいよ一番だよって言ってるわけじゃなくて、こういう風にやったら今少なくともね僕はこういう作品が作れるよ、だからこういう風に作ってるんだよっていうのを、披露してるだけなのでね、ちょっと一つの作り方の参考にしてもらえればなって思います。はい、そんなところです。でね、最初にも言ったけれども、また最後にもねちょっと告知するんだけども、2ヶ月集中のレベルアップ講座をやります。で最初は猫です。その2ヶ月後には犬やります。多分ね今回のチワワを使うんだけども、でイメージとしてはね教室とかオンライン講座のように動画が流れてきてそれの通りに作ってっていうことじゃなくて、あくまでも今すでにリリースしてるキジトラレッスン動画とかね、で今回のチワワレッスン動画とか、そういったものを見ながら、それを使いながら実際にじゃあここまでやってみようって、ここまでできました、添削してほしいですっていうのを僕がもう何度も添削して、もう少しずつ欠点を補ってどこを修正してってこうやってやりながら覚えていって、もう短期間でグッとこうレベルを上げてもらうっていうのをねやろうと思ってます。はい、そんなところです。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあまた。ご覧いただきありがとうございます。
このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方はぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。